これがですね、夏咲いてくれた響きですね。それがまた冬にこう花をつけてくれたっていうやつです。響き、はい、もう本当に夏買ってくれた人がまた咲いてるという方もありますし、すごくこれは長く咲く花ですよね。デンドロビウム響きっていう品種です。でこれぐらいのボリュームになってこう紹介しているところはほとんどないと思うんですよね。はい、宮崎で作って販売されたっていう販売しているという形になっていますんで、他の県で作っているところほとんどないんじゃないかな。で福岡でこの前買いましたよっていう方がおられたんですけど、株は全然小さかったですっていう話でしたね。はい、今のところこういうボリュームのやつは、うちしか販売してないような状態になってるんじゃないかと思います。はい、で最初私も買った時はもう少し本当にこの3分の1ぐらいの株のボリュームしかなかったんで、これぐらいのボリュームで咲いてくれるところはもうほとんどなかったという状態です。うちの店の推しの一品ですね。はい、デンドロビウム響き。冬はですね寒さにちょっと弱いんで、普通のデンドロビウムと同じような感じで霜に当てない室内で管理するという形になります。はい、ガーデンデンドロビウムと違ってこれは寒さにちょっと弱いんで、はい、普通のコチョランとかカトリアに比べると寒さには強いんですけど、このまんま霜に当てると傷んでしまいますんで、冬は家の中ですね。その代わり水が結構欲しがるんですよ。水が大好きな植物ですから、これもカラカラにしないことが大事ですね。これ11月は水を切ったんですか？これ切らなかったです。これは切らない。はい、でこれを作ってるところに訪ねたんですけど、これも水を切らずに花咲きますよっていう話だったんで、これだけは水をやってました。はい、水が大好きデンドロビウムですから。はい、去年までやったんで平気でまた咲いてくれましたんで、はい、不定期咲きっていうところもあるし、はい、バルブを痩せさせないっていうところもあるんですよね。はい、で肥料はですね、一応4、5、6、7月にやったんで、また春にまたやろうかなと思ってます。はい、しっかりですね。はい、そういうところです。デンドロビウム響きですね。これもまた何種類か花立ちがいいところは紹介できるのかなと思います。でもメインはですね夏ですからね。はい、春いくつかきれいに花がついたやつはいくつか紹介していこうかなと思っています。で今はですね本当にさっきちょっと言いましたけど、肥料はやらない方がいいんで、はい、肥料をやるなら4月ぐらいに4、5、6、7月にしっかりとやってほしいというところです。うちはこの形でやっておりますんで、袋にですね入れて、ロングトータルの100日タイプですね。はい、ロングトータルの100日タイプ、はい、100日タイプをやって3ヶ月でだいたい切れるような形になっていますので、今もついてるんですけど取ってる暇がなかったっていうやつです。外し忘れですね。はい、外し忘れ、はい、はい、忘れてはいなかったんですけど外してないってやつですね。はい、はい、そういうところです。もうカスだからいいかなと思っているところでした。はい、そういうところで、春にしっかりやる。今は乾いたら水やるパターンで肥料はやらないっていうことが大事になってきますので、はいはい、これは8月ぐらいに導入したビカクシダですね。アルシコルネっていう種類ですけれども、結構貯水葉がしっかり張ってきてかっこよくなってきたっていうところですね。はい、ネザーランド、アルシコルネ、ベイチーという3種類だけ入れたんですけど、結構人気でですね、こうやって詩が上がってくるともう結構売れてる状態なんですよね。はい、本当に動きがあるんで、この貯水葉がどんどん小さいのから大きくなってくるっていうのところも成長面白いし、いいのかなと思うんですよね。はい、さすが今流行りかなというところで、結構うち国道沿いに店があるんで、後帰って来られるお客さん結構多いですね。こういうのがぶら下がっているとですね、で興味あるんですよということで購入していただける方が結構多いです。昨日大分からですね、
たまたま横通って変なのが変なのっていうな変わったのがいっぱいぶら下がってるからということで後帰ってきてもらってこれをビカクシダを見つけて流木漬けはなかなか他では売ってないんで、買っていただきました。はい、興味が結構あったみたいで奥さんと2人で来られてですね、はい、ビカクシダをずっと眺めておられて、はい、どれにしようかということでやっと一つに絞られて買ったという方もおられました。結構県外の方が多いですね。はい、普通高速通るけどたまたま下通ったら変な店があるから寄ったっていう方が結構おられますんで、はい、ぜひですね県内でちょっと変な店っていうのはいろんなのがかかっている苔玉とかですね、のがかかっている店があったらですね寄ってもらって、花見していただければいいかなと思います。普通のホームセンターとか花屋さんにはないようなやつを揃えてますんで、はい、植物好きの方、ラン好きの方はですね面白いんじゃないかと思うんですよね。そういうところで店作りを今しているところです。はい、今はですね花が咲いているのは響きぐらいしかないんですけど、今デンドロビウム系をですね板漬けとか流木漬けをして、結構かっこよく育っていますんで、花が咲いている時がベストじゃなくてそれを育てるという過程も面白いんで、ぜひ挑戦してみてください。はい、デンドロビウム面白いですよ。根っこの動きが面白いし、今いろんなタイから輸入してですねいろんな花も用意していますんで、それも流木漬けとかしてですね今根が張り始めたばっかりなんですけど、2年前かなデンドロビウムにはまってしまってですね、今流行りの言葉に沼にはまったっていうような形の方がおられてですね、2階を全部ラン部屋にされたという方がおられます。はい、でいろんなところから購入、今して今楽しんでいます、面白いっていうことで、はい、よく店に来ていただいて、はい、だべっています。そういう方もですね本当に面白いよっていうことで奥さんも2人で来られてですね主人の趣味が広がってよかったっていう形で言ってもらっていますんで、はい、ぜひですね植物を育ててその成長を見て、癒されるという部分もありますんで、ぜひ挑戦してみてください。はい、うちの店にはちょっと他の店ではないようなのばっかり揃えてますんで、はい、ぜひ近くを通られた方は寄っていただいてですね、あれはなんじゃろかいなんだろうという形で覗いてください。ちょっとまとめますと、今日はですね、11月に水を切ったデンドロビウムの紹介と、その後どうなったのかっていうのをお見せしてですね、来たところです。はい、とちょっとおまけにビカクシダがこういうふうにかっこよくなってますよというのを紹介しました。はい、でこれからはですねもう寒くなってきますんで、もう本当にガーデンデンドロビウム以外は寒さにちょっと弱いところがありますんで、ぜひちょっと寒さに当てた方がいいということで10度以下に2週間ぐらい、もう1週間は経ったらもう2週間近く経っていると思うんですけど、もうそろそろ霜注意報が降りたらですね家の中に取り込んで部屋の中の明るいところで、乾いたら水をあげるというパターンで育ててみてください。はい、あんまり水のやりすぎもダメですからね、今からですね。ずっと根が濡れていたら根腐れする場合がありますので、そこへも気をつけてください。乾いたら水あげるというのが一応基本ですので、そこへは注意して水やりをしてください。はい、それとあんまり暗いところに置いとくとですね間延びする場合があるんで、できるだけ明るいところで乾いたら水やりというパターンを繰り返してもらうといいかなと思います。春どんどん暖かくなってきたら、花芽もどんどん膨らんできますね。そこへも楽しいかなと思いますので、ぜひ挑戦してみてください。ガーデンシクラメンを苔玉にしてほしいという要望もあってですね、今作っております。で今ちょっと直売所とか並べたら結構人気でですね持っていかれますね。2、3日前は、これを5個ぐらい買っていかれた方がおりますね。はい、結構でも花の本数が今年はですね宮崎で一番いい品種というか一番良さそうな苗を導入して今苔玉作ってこんな状態ですね。福岡の方が作られたみたいですけど、宮崎で一番評価が高い苗を導入して今苔玉を作っています。はい、これぐらい花芽があると
まあ、お正月まで平気でこう咲いてくれると思いますね。もう正月どころか3月4月ぐらいまで咲いてくれますからね。あとは水やり管理で乾いたら水やるっていうパターンでこう受け皿かなんかに入れてやると長く咲いてくれますと、できるだけ明るいところですね、そうしてやるとこう長く咲いてくれますんで、こういうパターンでこう色がいろいろありますんで、はい、楽しめるかなと思います。はい、毎年ですね、今の時期に作ってこう直売所とか並べておりまして、リピーターの方が結構多くてですね、去年もいっぱい長く咲いてくれましたよっていう方も多くて、いいのかなと思います。特に今年はですね、苗の特別いいやつを、評価の高いやつを導入しましたんで、花立ちがむちゃいいです。はい、これぐらいの葉っぱの数と花芽の数があればですね、結構長く咲いてたくさん咲いてくれると思います。はい、お正月も平気で咲いてくれると思いますんで、いいのかなと思っているところですね。まあ、寒さに強いと言われてますけど、自由されたらダメです。霜に当てたら、まあ本体は残る可能性があるけど花びらが傷むんですよね。ですから霜に当てないことです。まあハッチ上にされて、霜が降りる時は家の中に入れてやるとか、そういう形がいいかなと思います。はい、こういった苔玉にしているのはですね、なかなかないと思います。九州でも作ってる人がほとんどいないんで、はい、これもオリジナル商品になるかなと思いますんで、これはですね、今うちの店と津野の道の駅と蒲江南のお鈴村という直売所の3カ所でしか売っていません。あとは軽トラ市で販売するぐらいですよね。はい、これもくるくら村さんの販売所で売れるのかなまあこれだったら輸送傷みしないんで、まあこれも大丈夫かなと思いますね。これ通常のシクラメンと比べてちっちゃいじゃないですか。はい、なんか特徴としては寒さに強いっていうふうに言われてますよね。普通のシクラメン、よりはですね、はい、よりはでガーデンシクラメンっていうから、皆さん間違えてガーデン庭に植えていいんでしょうかということで植えておられる方もいますけど、傷んだわっていう方が多いですよね。ですから、まあ、ガーデンシクラメンって言われているけど地植えはしない方がいいです。霜に当てない方がいい。その代わりこういう形で育てていくと苔もきれいに仕上がって、花出しも良くてですね、で水抜けもいいんですよ。水っていうか乾きもいいんで、根腐れとかもあんまりしなくて、でもですね、たまに100鉢に1つぐらい外れがある場合があるんで、はい、そこはちょっとでしょうがないかなというところがあるんですよね。まあ、作った段階では見極めができないんで、これを1ヶ月2ヶ月、3ヶ月ぐらいすると、ちょっと腐れが入ったりする場合があるんで、そこはちょっと作った段階では確認できないんで難しいかな。それ多分外れっていう場合はたまにあります。たまに、はい、でもほとんどの方がもう3月4月まで咲いたよっていう方が多いですね。特に今回はですね、えらい花出しがいいんですよね。さすが福岡のナンバーワンの生産者が作られたかなと思います。これ松田さん、生産者によってやっぱり違う？全然違う。全然違う。全く違う。根の張りとか使ってる用土のが違うって、この根の張りが違うとか、使ってる鉢がスリット鉢なのか普通の黒鉢なのかでも違うし、根の張りが違ってきますね。肥料のやり方、やっぱ生産、これ多分この方底面給水で作られてるんじゃないかと思うんですよ、はい、スリット鉢で底面給水で施設をちゃんと完璧にして作り上げてるのかなと思ってるんですよね。で肥料管理もして、はい、でないとこれだけ綺麗なのはできないですよね。はい、これも約1年かけて作り上げたんじゃないかな。多分12月ぐらいに種まいて、作り上げるっていう。これ種からですか？ですよ。株分けじゃなくて。はい。株分けじゃない。これ芋ができるんですよ、はい、種をまいて芋ができて、芋に葉っぱができて花がついてくるっていうやつです。で肥料やりとかその水やりとか生産者の生産能力によって出来がもうすごく変わってきますね。はい、これはいい株でした。はい、作れる量も限られてくるんで、たくさんは作れないかなと思うんですよね。でこの出荷時期も花がそんな咲いてきて、今ちょうど
2分咲きぐらい、2分3分咲きぐらいで出荷されるんで、こうなったらどんどん出していくんで、もうこれもそんな長くはないんで、でも今寒くなってから花が長く咲くんですよ、平気で2週間3週間このままの状態になってくるんで、今は買い時かなと思います。で苔はでもちょっと巻いたばっかりだから、あと 2,3 週間すると落ちてくるかなと思います。ガーデン、シクラメン、ぜひ挑戦してみてください。でかいのじゃなくて、こういったのをですね、小さい皿に入れてポッと食卓の横に飾ってやるのも一つかなと思います。で夜は家の中で飾って、昼は外の明るいところで過ごしてやると、花立ちも間延びせずに咲いてくれるんで、そこにはそういうふうにされた方がいいのかな。昼は外の方がいいです。夜だけ家の中で楽しむというやり方もありますんで、そこら辺の調整ができればそっちの方がいいです。できるだけ明るいところに置いてた方がきれいな花が長く咲くし、間延びもしませんので、そこら辺はそういう管理で育ててやるといいかなと思います。と、悪くなった花だけをですね、一回くるっと回してポッと抜くときれいに取れるんで、そこら辺は花びらがポッと落ちるんですよね。そしたらすぐ種がつくんで、種をつけたらそっちに養分がいって、他の花芽が明かりづらくなるから、花がポロッと落ちて種ができそうであればもう抜いてやることですね。花がちょっとシミが出たらくるくるっと回してポッと抜くときれいに取れますんで、これで一回くるっと回すんですよ。一回くるっと回してポンと抜くときれいに株元まで取れるんですよね。きれいに取れます。これが途中で折れたらすぐそこから草手が入る場合もあるんで、一回回してポンと抜くときれいに取れます。これを繰り返すことですね。で放っておくとこの花びらがポロッと落ちるんですよ。花びらがポロッと落ちないな。ポロッ、首ごと落ちた。普通はこれがポロッと落ちてここに種がつくんですね。種がつくんですけど、この種はですね、つぼみと間違えてそのままほったらかす場合があるんで、この丸っこい種はですね、先ほどみたいにもし花が落ちていた場合には丸っこいのが残ってますね。それをくるくる回してポンと抜くときれいに管理ができていきます。でそういうのを繰り返してですね、花が摘みをしてやると長く咲いてくれます。この種はですね、充実してくると曲がって下に伸びていきます。こんな感じになってくるからです。もうそうなったらだいぶそっちに養分取られてるからですね、そういうなる前に取ってください。花柄の管理はちゃんとしてやった方がいいかなと思います。種をつけさせないことですね。自分で種まいて作ろうという方はまた別ですけど、それはですね、もう春になってからでいいかなと思います。今は花が終わったらちゃんと取ってやることが大事になるかなと思います。そういうところです。でこれですね、来年も咲くのっていう方がおられますけど、夏場ですね、涼しいところで水やって管理してやると、また秋ぐらいから葉っぱがしっかりまた新しいのが出てきて花が咲く場合があります。で夏の蒸れに弱い、梅雨時期の蒸れとか夏の蒸れに弱いんで、そこに気をつけてください。うちもほったらかしていたらですね、庭の隅で去年咲いたやつが葉っぱが膨らんできていますね。で9月ぐらいから肥料をやってやるとまた花が咲いてきますんで、冬の花、そうですね、普通春の花っていうか、冬から春にかけて咲く花ですよね。ガーデンシクラメン、ぜひ近くに結構たくさん今出回っているんで、これといいかなと思います。でもこの苔玉にこんな感じでしてやるとまたちょっと雰囲気が変わるんで、全く苗とは違った感覚で飾られるかなと思いますね。すごくもうここ何年か10年近く作ってるけど人気ですね。皆さんもなかなか苔玉っていうのはですね、いい苔がないんでなかなか自分では作りづらいかなと思うんですよね。近くにいいきれいな苔があれば十分でですね、黒糸で巻いて、作れますんで、ガーデンシクラメンの作り方は古川村さんの過去の映像で多分出していますんで、
そこを見ていただいて作れるかなと思います。作り方簡単です。要はきれいな苗を探すことときれいな苔を探すことですね。あと黒糸でくるくる巻けばなんとかできます。それが1ヶ月ぐらいするときれいに苔が落ち着いてきて、苔も見れる花も見れるっていう形になってきますんで、そこにはぜひ挑戦してみてください。